こんにちは。今日は下味冷凍、遠足もあったのでお弁当分メニューも含めて1週間分9品作りました。それでは行きましょう。先週から子供の風邪でやっと回復したのでバタバタでした。2回連続続いたので体調管理に気を張り疲れた1週間となりました。風邪をひいてる気がするけど気のせいと思ってやり過ごしてます。月曜日はグラタン、クリームのグラタンが苦手な息子にミートソースのグラタンにしました。種を下味冷凍していきます。今回のミートグラタンは玉ねぎとトマトだけのシンプルなソース。冷凍ハンバーグの玉ねぎと分けて、これはそのまま入れていきます。ひき肉は今回豚ひき肉です。これにミニトマトを加える。ケチャップ大さじ 3.5、 ウスターソース大さじ2、砂糖大さじ1、コンソメ大さじ1、醤油小さじ2。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍しました。まんべんなく散らしたら中火にかけて蓋をする。水分が少なくなったら完成。ご飯かマカロニパスタであえてチーズを足してトースターで焼いたら完成。我が家はマカロニです。牡蠣が大好きでロピアの冷凍牡蠣を購入したので洗っていきます。牡蠣は水洗いをして片栗粉で優しく揉み込み汚れを落とす。身が崩れないよう優しくなじませたらそっと水で流します。塩も振って流したらパッタイキを作ります。今回は2パック分多めに作っていくので液も多めに。卵とお水、小麦粉で入れて混ぜたら手袋で手早くつけていく。たっぷりつけて水分を落としながらパン粉へ。下処理で片栗粉をつけているから身がふっくらしています。今回はくっつき防止にバットに並べてラップをしたら一晩冷凍します。翌日固まったのでスプーンですくって袋へ忍ばせます。たくさんカキフライのストックができてワクワクです。ここでカキフライを入れるときは初めの温度は少し低めで揚げていきます。150から160度ぐらい。そこから中火にして火力を上げるとジューシーに仕上がります。常温で油を入れるやり方もあるんですが、我が家はこれがじゅわっと仕上がってとても好きです。また食べたい。子供が食欲のある風邪をひいた時何作ってますか？うちはおかゆや薄だしのうどんにするととっても嫌がります。いつものご飯じゃないと元気が出ないって言って味がしっかりついてる方がよく食べてくれます。鼻が詰まってしまって味覚が感じられないからだろうとは思っているんですけど、通常通り作るようにしています。ということで消化にいいもので野菜多めのあんかけ焼きそばにしました。野菜と豚肉を一口サイズにカットしたら塩を振って詰めていく。エビもあれば美味しいので入れてくださいね。うちはちょっと今切らしているので後入れします。玉ねぎとキャベツはぎゅうぎゅうに。きのこ類はえのきやぶなしめじ、あるもの何でも OK です。あと人参も入れていきます。醤油、酒、みりん3対2対1、鶏ガラスープとオイスターソースで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。今回も水で解凍しました。水を入れて火は中火。解凍したエビも入れて、火が通ったら水溶き片栗粉を入れてとろみをつけたら完成です。焼きそばの麺を両面しっかりと焼いていきます。あんかけと麺の相性はやっぱり抜群です。待ちに待った遠足の日、ハンバーグは今回は冷凍ストックにします。お弁当に入れるときは作り置きより冷凍ストックの方が安心なのと、ソースの味変ができるのがメリットのため冷凍にしました。こちらは玉ねぎを500ワット4分チンして冷ましていきます。ひき肉は余った牛と豚を両方混ぜて使います。パン粉と牛乳と卵、塩コショウを入れたら混ぜる。
つも通りのハンバーグの作り方と一緒ですが、種まで作って少し小さめのお肉で冷凍します。また冷凍するときは牡蠣と一緒でバットなどの平らな容器に入れて冷凍して固まったら袋に入れる。こうすると長持ちします。プレスンシールで包みますがラップでも大丈夫です。一つずつカットしてバットに入れます。固まったので袋に入れて空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍はせず今日使う料理分だけ出してそのままフライパンへ。ここで 100ml のお水を少し垂らして弱めの中火で焼きます。水分が飛んで焼き色がついたら裏返してソースを入れていきます。ケチャップ、ウスターソース、お砂糖、醤油を入れたら少し弱火にして蓋をする。タレが煮立ったら完成です。ハンバーグが一番美味しかったそうです。水曜日の2品目は唐揚げです。下味冷凍で多めに作って大きい分は翌日分冷蔵庫に保管、小さいのはお弁当用にしました。唐揚げはストックが何個あっても助かります。弁当用は小さめにカットして詰めていきます。醤油、酒、みりんは3対2対1。これにいつも味噌なんですが、今回は鶏ガラスープの素小さじ1にしています。にんにくと生姜チューブも入れたらパッキングしていきましょう。空気を抜いてよく揉み込んで冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍しました。170度で揚げていく。優しい揚げ色になったら一旦揚げて180度で2度揚げしたら完成です。アイスピックでごまかして完成させました。木曜日は小学校の書類をまとめるのにとってもバタバタな一日でした。小学校の準備ってシール貼りとかすごく大変そうなので早めに準備しなきゃなって思いつつ、毎週秒のように時間が過ぎていきます。子供の成長の速さにじんとなったり寂しくなったり心が乱れた1週間でした。さてじゃがいもは水で浸して拭き取ります。鶏肉は胸肉でももも肉でもどちらでも OK です。一口サイズに切っていく。鶏肉を入れたら玉ねぎのスライスとじゃがいも、人参を詰めたらコンソメ大さじ 1.5 入れてパッキングしていきます。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は半解凍の時はすぐ蓋をして弱めの中火。玉ねぎの色が変わったタイミングで火を止めて小麦粉を溶かしていきます。小麦粉のダマが余熱で溶けたら牛乳と水を入れて火をつける。牛乳とお水の割合は3対2の割合です。サラダのコーンが余ったのでついでに入れて煮込んでとろみがついたら完成。これは赤ちゃんの時から大好物です。金曜日は祝日でした。朝から自転車でツーリングの練習をしてきました。息子は汗だく、私は後ろから見守りながら汗だく。11月なのにこんなに汗かくっていうぐらい暑かったです。皆さんは連休どのように過ごしていますか？我が家は2日まったりで1日だけ遠出しました。というわけで玉ねぎとピーマンをカットしたら牛肉に塩コショウして食べやすい大きさに切ります。ロビアで安く牛肉を買ってきたのでふんだんに使います。お肉を詰めたら野菜も詰めて、あとは調味料をお酢と醤油で下味をつけます。大さじ2ずつと、あとはお砂糖大さじ2。これで完成です。ぎゅうぎゅうに詰めて空気を抜いて冷凍庫へ保管します。お水で解凍しました。火は中火で蓋をする。水分を飛ばすように少し強めの中火で炒めたら完成です。ピーマンもしっかりよく食べてくれました。土曜は連休中日。今日は早起きしてアウトレットと公園にお出かけしてきました。買ったものはカルディの食材のみです。
視覚で満足させました。ということで、お肉に穴を開けたら詰めていきます。醤油とお酒とみりん、お砂糖。照り焼きの時は同じ分量で作ります。大さじ 2.5 ずつこちらを入れたらパッキングしていきます。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。冷蔵庫で自然解凍しました。お肉だけ入れて皮を焼いたら裏返して、残りのタレを入れたらとろみがつくまで煮ます。これぐらいになったら完成です。目玉焼きとサラダでワンプレートに。美味しかったです。あっという間の1週間。日曜日の朝は食材の買い出しして、来週分の献立を作って、これの繰り返しで週末を終えます。という感じで野菜を切ったらひき肉を詰めていきます。えのきと長ネギを入れて、あとは調味料です。醤油とみりん大さじ3、お酒は大さじ 2.5、砂糖大さじ2、お水 50ml 入れたら完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。冷蔵庫で半解凍しました。火は中火で。火が通ったら小さめのダマになるぐらいにひき肉を崩して蓋をする。煮立ったら溶き卵を回し入れて30秒。もう一度蓋をする。残りの卵を回し入れて半熟にしたらご飯の上に盛ります。きのことキャベツ炒めと一緒に食べました。とっても美味しかったです。今週はセンチメンタルになったり、ジーンとしたり、心と体が忙しい1週間になりました。そろそろ命の母が必要なのかななんて考えて、来週は健康と掃除に重きを置いて過ごしていこうと思っています。皆さんは健康のために何かしていることあったら教えてください。また来週もお会いできますように。ご視聴ありがとうございました。